こんにちは、京子です。今日はこちらの気まぐれキャットさんのフォーミングジェルを買ったので、これを使ってみたいと思います。ずいぶん前にまだ国産のポリジェルみたいのがなかった時に、これを海外から輸入して使ってみた動画があるんですが、これとどれぐらい違うのか、こっちを使っていきます。今日はここの中指につけていきます。で、まず最初にチップのサイズを測っておきます。チップは専用のチップがあるので、それを使います。で、気まぐれキャットさんからも販売されてるみたいなんですけど、私は手持ちにまだあるので、これを使います。自分の爪に合うサイズを探して、でこういうところにつける人もいるし、根元ギリギリにつける人もいるし、いろいろやり方はあるみたいです。で、今回、できるだけこっちのギリギリに乗せてみようかなと思います。前回なんかこの辺でやった気がするので、今日はちょっと行けるところまで行ってみたいと思います。なので、自分のこのキューティクル、このラインに合わせて、チップも少し削ります。だいたい形があったら、これも中をきれいに拭いておきます。そしたら中指にまずベースジェルを塗っていくので、ネイルワイプでこちらも表面をきれいにしておきます。これ以前のプレパレーションと呼ばれる下準備は終わってるので、そのやり方は別に動画があるので、そちらを見てください。今日はこちらのスタイリングベースをまず塗っていきます。ベースジェルが塗れたら一度硬化します。次にここにフォーミングジェルをのせていきます。どの辺まで長さを出すか決めてからのせるんですが、どこまでっていう目安がチップにないものが多いので、不安な人はこの辺まで乗せようって言ったら、こういうペンで上からこう印つけちゃってもいいと思います。上には何か書いてもジェルには影響しないので、不安な人は線入れちゃっていいと思います。こちらを使います。結構ジェルは固めです。思い切って出しちゃったけど、ちょっとこれ多いかもしれないです。これをブラシで伸ばしていきます。前に扱ったジェルと比べても全然ベタベタしないし、すごく扱いやすいです。こっち側が
キューティクルエリアなので、こっちはもうできるだけ薄くしておきます。そしたらこのフォームチップを爪の上に置いていきます。で、だいたい綺麗に乗せられたと思うので、これで仮硬化をします。今10秒仮硬化が終わったところです。これで軽くピンチを1回入れます。自分の爪にはちょっと入れにくいけど、頑張って入れます。ちょっと柔らかいかな。軽く入れたら、あとは1分硬化します。1分硬化が終わったところです。ちょっとさっき仮硬化が柔らかくてここぐちゃってなっちゃいました。ここ少し見えてるけど。で、このチップを外していきます。あとは一回形を整えていきます。これで削りも終わりました。で、さっきお見せしてた通り、仮硬化をするのがちょっと早かったので、爪の裏にぐちゃっと出ちゃったんですけど、そこは削りました。仮硬化はした方が綺麗には仕上がるけど、しなくてもいいので、難しいなって思う人はなしでそのままいっちゃった方が失敗はしないかもしれません。で、この後はこちらのトップジェルを塗って仕上げます。あとはキューティクルオイルを塗って完成です。慣れるまではすごく難しいかもしれないんですが、慣れてしまえば今までのスカルプジェルとかよりもすごく扱いやすいので、すごくおすすめです。で、以前紹介したこちら。お値段はすごく安かったですが、ものすごくベタつくので、これしかない時はこんなものかなと思ってましたが、やっぱり比べると断然こっちの方が使いやすいし、あと、日本で結構プチプラなジェルとかも出ていると思います。で、私それ使ってないのでわからないんですけど、あまり値段変わらないので、よかったらこれ使ってみたらいいと思います。この動画が役に立ったらいいねボタンを押していてくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。